さんこんにちは。今回は、4月に納車して4ヶ月ほど経過しましたので、付けたオプションについて、独断と偏見によるレビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは、アウトランダーや PHEV、SUV などの自動車関連についてや、車中泊等の情報を発信しています。どこのチャンネルかわからなくなる前に、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。まずは、グレードの違いによるオプションについて、見ていきたいと思います。まずは、P グレード専用の装備について確認したいと思います。ヘッドアップディスプレイと BOSE プレミアムサウンドシステムについては、G グレードでもオプションで追加できるので、後ほど確認したいと思います。まずはサイドドアガーニッシュカラードから、フロントリアロアガーニッシュもカラードになりますが、P 以外はこの部分がブラックになります。エクステリアに関しては主観によるものが大きいので、意見は分かれると思いますが、ご了承ください。ガーニッシュ部分の同色化は、気に入ってます。同色が、というより、ブラックじゃない、というところですかね。もう少しオフロード寄りの車ならば樹脂っぽいパーツは全然ありなのですが、今回のアウトランダーは綺麗めのデザインなので、同色にしているのは、トータルバランスとして、ポイントが高いです。3ゾーン独立温度コントロール式フルオートエアコン。正直、これはそこまで重宝してないです。そもそも、エアコンをガンガン18度とかで冷やすタイプではないので、25度設定が基本のため、あまり鉱石も温度を変える必要がありません。どちらかというと、鉱石はエアコンが必要か不要か、という程度なので、25度以上の温度に変更する前に、風が出ないように蓋をします。残念なのが、全席のエアコンをつけると、強制的に鉱石もエアコンがつきます。そのため、鉱石でエアコンが不要になった場合は、エアコンの口を塞ぐことはできますので、それで止めることになります。セミアニリンレザーシートブラック&サドルタン。レザーシートそのものは、G グレードでもオプションで付けることができるのですが、セミアニリンとブラック&サドルタン、というのが P グレード専用になります。正直、セミアニリンというはその良さをよくわかっていません。なので、私は高級なレザーというのはあまり必要ありません。しかし、タンカラーのシートステッチであったり、フロントパネル部分は、見ていて飽きないですし高級感もあり、ブラックとタンカラーの組み合わせは絶妙だと思います。P グレード専用のブラック&タンのセミアニリンレザーは、かなり気に入っています。リフレッシュ機能付きパワーシート。正直に言います。ゴミです。なんでこんな機能つけたんでしょうか。美容院でマッサージされる時に、力が弱くて逆に気持ち良くないというのと同じような感覚で、何これっていう程度の強さで、こんな中途半端な指圧しかできないのであれば、全くもってして使わない機能です。使っている人いるのでしょうかと問いたいくらいです。あってもいい、というより、故障とか考えた場合、ない方がいい、と言いたいくらいです。少なくとも私には全く不要の機能です。P グレード専用装備についてはこの辺りになります。厳密には、エクステリアのセンターピラーがグロスブラックになるのと、インテリアの天井色がブラックになりますが、この辺りは好みの問題かなと思います。続いては、G グレードにも後から付けることが可能なオプションで、P グレードには標準で付いてくるオプションについて確認していきます。ヘッドアップディスプレイ。これは、神機能です。G グレードにも7万7000円で付けることが可能ですが、絶対付けた方がいいです。日中でも夜間でも視認性は抜群ですし、インパネのメーターを見なくてよくなるので、視線移動が不要になり、運転がかなり楽になりますし、その分安全運転にもつながります。標準ナビを使っている場合は、簡単な右左折の情報もヘッドアップディスプレイに表示されますので、これも何気に便利です。あとは、ヘッドアップディスプレイ存在そのものが、なんとなくかっこよくて、先進的なイメージもあり、自己満足なだけですが、ついてるだけで、満足度が高いです。BOSE プレミアムサウンドシステム。音に関しては全くの素人ですし、こだわりも全くない人間ですが、普通に聞いている分には不満はありません。
低音を強くしたり、スピーカーの前後バランスも調整できるので、自分好みの設定にできるのかなと思います。残念なのはエコライザーがないことでしょうか。前者セレナには10万円程度の DVD ナビをつけていたのですが、そのナビにすらエコライザーがついていて、コンサートホール調や、ジャズ調などが選べて、楽しかった記憶があるので、BOSEプレミアムサウンドシステムは、オプションで10万円ほどする機能ですので、エコライザーはついていてもいいかなと思います。仮の話ですが、P グレードに BOSEサウンドシステムが標準ではついてなかったとして、10万円払ってこのオプションをつけるのか、と質問されたならば、答えはノーです。私にとっては10万円の価値はありません。音に興味がある人はつけてもいいかも、という程度ですね。ポジションメモリー、リバース連動ドアミラー。こちらは、単体ではつけることはできませんが、G グレードにレザーシートをつけた際にセットでついてくるオプションになります。夫婦で車を運転するならば、ポジションメモリーがあれば、お互いそれぞれ自分の好きなシート位置になってくれるので便利だと思います。特に夫婦で身長差があれば、シート位置は異なると思いますので、運転する都度設定を変更しなくて済むのは便利だと思います。また、リバース連動機能が非常に便利です。ギアをリバースに入れると、右か左のどちらか一方のミラーを、下向きに角度を変えてくれます。地味な機能ではあるのですが、かなり重宝しています。今となっては、なければちょっと困るくらい、この機能が役立っています。以上が P グレード標準オプションになります。続いて、メーカーオプションから確認していきたいと思います。続いて、P グレードに標準では付いていないメーカーオプションになります。メーカーオプションは、最初にしか選ぶことができませんので、慎重に決める必要があります。一つ目は、ルーフレールになります。超個人的な意見を言いますよ。絶対につけてください。SUV にルーフレールは必須のデザインになります。これがなければ SUV ではありません。それくらい、SUV といえばルーフレールです。騙されたと思ってつけてください。ということで、私はノールックでオプションつけました。ただ、これは、メーカーオプションではあるのですが、ディーラーオプションとしても準備されています。なので、メーカーオプションで付け忘れたとしても、これだけは後から付けることも可能となっています。ただし、取り付け工賃が別途必要になってくるので、メーカーオプションで付けた方がお得になります。続きまして、電動パノラマサンルーフ。こちらは、私は付けていません。付けていたら後悔していたオプションになります。パノラマサンルーフについては、付けるべきか付けないべきか、というのを過去に動画を作っていますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、詳細はそちらをご確認いただければと思います。なぜ付けていると後悔しているかと言いますと、我が家固有の問題という部分もあるのですが、天井高が低くなってしまうからです。ただでさえミニバンからの乗り換えで、同乗者は快適性が奪われるにもかかわらず、特に頭の上の空間は、息苦しさを感じやすいんですね。気にならない人は気にならないかもしれませんが、娘が天井高の低さに耐えられず、試乗車がパノラマサンルーフ付きだったのですが、それに乗ってもらった感想が、この高さはちょっと圧迫感を感じ乗れない、ということでした。そのため、個人的には非常に魅力的なオプションで、リセールも高くなるかなと思い、パノラマサンルーフは付けたかったです。で、いざ納車されてみると、やはり頭上の空間が確保され、これならば圧迫感はなく快適に乗れる、というのが家族からの評価でした。あのまま家族の反対を押し切ってパノラマサンルーフをつけていたら、やばかった気がします。なので、これは私の場合の評価になるのですが、パノラマサンルーフをつけようか検討している方は、一度家族にパノラマサンルーフ付きの車に乗ってもらい、頭上の圧迫感を感じるのか感じないのか、確認してもらった方がいいかと思います。P グレードに付けられるメーカーオプションは以上となります。これから、ディーラーオプションを確認してみたいと思います。それでは私の付けたディーラーオプションから確認したいと思います。ダイナミックシールドイルミネーション。
エクステリアやインテリアに関しては、指向性が強いので個人差あると思いますが、やはり、夜間のライトアップ関連は満足度が高いです。私はつけてよかったと思っています。ディーラーオプションなので、後からつけられますが、なしに慣れてしまうと、なかなか後からはつけない気もしますので、つけるなら最初かな、という気もします。ライトアップは夜になると毎回目にするオプションになりますので、駐停車で、外から眺めると、いい気分になれます。続いて、エンジンフードエンブレム。これも、絶対つけたいオプションだったんですよね。これを言っちゃうとあれですが、レンジローバーみたいになりますよね。レンジローバーのフロントデザインがあまりにもかっこいいので、若干憧れと言いますが、フロントのエンブレムはぜひつけたかったんです。色がブラックとメッキとサテン調の3色あったのですが、最初はブラックにしようと思っていたのですが、全体的にメッキ調のデザインになっているので、全体の雰囲気に合わせようということになり、色はメッキカラーにすることにしました。洗車の時に邪魔になるかなとか思ったのですが、今のところ、それほど洗車では困っていません。それより、このエンブレムはつけて大正解です。続いてはこちら。ミラーカバーブラックになります。つけてない状態を確認したいと思います。こちらは工場からディーラーに到着し、まだ納車されていない整備中の状態になります。自分でも非常に新鮮なカラーです。標準ではドアミラーはボディ同色になります。そのため、ホワイトの車はドラミラーもホワイトになります。エクステリアなので好みの問題なのですが、全然ボディ同色でもかっこいいと思うのですが、アウトランダーのデザインがピラーをブラック化したフローティングデザインを採用しているので、それならばドアミラーもブラックにしてしまおう、という発想で、ミラーカバーをブラックで付けてみました。ミラーカバーも非常に気に入っています。1万5000円程度で付けられる、比較的リーズナブルなオプションだと思いますので、プチカスタマイズ、として始めるのにはちょうどいいかもしれません。引き締まった印象になり、いいかなと思っています。皆さん、どう思いますか？続いてはこちら。テールゲートスポイラー。ほんの少しだけリアスポイラーが大きくなります。ほんと、気持ち程度大きくなります。2台並べて比較しないとわからないと思います。それでも、標準のデザインが私には迫力が足らないように感じたため、6万円程度しますがつけました。決して後悔はしていませんが、6万円に見合うだけのパーツかどうか、と聞かれたら、やはり、ちょっと高いですね、という感想になります。なので、値段を考慮するとあまりおすすめはできないかなと思います。個人的な感覚ですが、これつけてる人少ないような気がします。皆さん、つけましたか？続いてはこちら、フロアマットになります。フロアマットは純正以外でも販売されているようなので、少しでもコストダウンを図るならば、純正品はちょっと高いですよね。5万円程度しますから、他の製品と比べていないので相対的には評価できませんが、絶対評価としては、この純正マット気に入っています。毛足が長くてふわふわしていて気持ちがいいですし、PHEV のロゴ入がやはり、グッとくるものがあります。メーカー、ディーラーの思うツボにまんまとハマってしまっていますね。アクセサリーカタログによりますと、フロアマットには吸音層があるようで、車外から車内へ侵入した音を吸収層で吸収し、静粛性が向上し、さらに、車内の反響を抑え、スッキリした音になる、とも書かれています。マットを変えて比較なんてしてませんし、したところできっと私にはその違いはわからないと思いますが、せっかく付けたオプションなので、そのような効果もあるんだと信じておきたいと思います。もう買っちゃったんだから、信じた方が幸せになれます。続いては、バイザーになります。こちらのオプションは付けていません。車を購入すると、フロアマットとバイザーはセットでディーラーオプションで付ける、ということが多いかと思うのですが、今回初めてバイザーレスにしてみました。結論から申し上げますと、全然なくて問題ありません。つけて走行したわけではございませんが、多少なりとも風切り音が鳴るのかなと思いますので、PHEV は静粛性が売りの一つであるならば、バイザーはつけない、というのもありだと思います。雨の日にちょっとだけ開けることができない、ということがあるかなと思うのですが、
この車になってからは、雨の日にちょっとだけ開けて換気したい、ということが起きていません。暑ければエアコンをつければ室内は快適になります。車内でタバコを吸うということがあるならばあった方がいいかもですが、雨の日にちょっと開けたり、炎天下で駐車するときにちょっと開ける、という運用を気にしているならば、そもそもそういう運用をしなくてもエアコンでカバーできる、という風に割り切って考えればいいかなと思います。続いては、コンソールアクセントパネルになります。まずは純正を確認してみます。シフトレバーのある部分がアルミのパネルになります。室内は全体的にブラックで落ち着いている中、この部分だけギンギラしているのが私には違和感に感じてしまい、この部分をカーボン柄に変えることにしました。ただ、アルミパネルの右側は、ピアノ調のデザインになっており、この部分までカーボン調に置き換わってしまうのが、非常にもったいない、というのがあります。こちらがカーボン柄のコンソールアクセントパネルを装着した状態になります。私の場合は、カーボン調にしてスポーティーにしたい、という思いはなく、単純にアルミ調を排除したかったという意味合いが強いです。アルミ調も綺麗ですし、ピアノブラックも非常に綺麗なので、全然標準のデザインのままで十分だとも思います。コンソール部分に合わせ、ドアスイッチパネルも同じカーボン柄のオプションにしています。ここは、コンソール部分のデザインを変えたから、仕方なくドアパネルも変更した、という感じですね。可もなく不可もなく、といったところです。メーカー、ディーラーオプションとして付けた装備は以上となります。今興味があるのが、マットガードとサイドデカールですね。中でもマットガードはエクステリアイメージだけでなく、実際飛び石からボディの傷を防いでくれるという実利もありますので、値段も2万円ちょっととそこまで高くないパーツなので、頃合いを見て、付けてみようかなと思っています。あとは、冬に向けてスタッドレスとアルミホイールになりますかね。アウトランダーにはまるいいタイヤとホイールが出ることを待つのみです。納車して4ヶ月乗ってみての各種オプションのレビューでした。皆さんはどのようなオプションを付けられましたでしょうか？私はあまり外観のメタリック装飾や、インテリアのイルミネーションに興味がないので、そのあたりは検討すらしていません。昔、営業さんとの会話で、このドアの部分の銀色って何のためにあるんですか？と尋ね、営業さんが、見た目で、高級感が出ます、と言いづらそうに話されていた記憶があります。ああ、メタリックの装飾は高級ってイメージなんだ、とその時初めて理解しましたからね。本日は以上となります。皆さんのコメントもどしどしお待ちしておりますので、いろいろコメントいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。まだまだ面白い動画を作っていきますので、ぜひ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、バイバイ。